はい、皆さんこんばんは。はい、本日は WE のケルテック PLR16 ガスブローバッグスペシャルエディションをご紹介したいと思います。この PLR16 の実銃についてはですね、正直あまり知りませんでした。ただここ数ヶ月ぐらいだと思うんですけど、 Amazon に出品されているこのスペシャルエディションがですね、非常に気になりちょっと調べました。実銃はですね、アメリカのケルテック社が開発した 5.56mm ライフル弾を使用する自動拳銃のようです。PLR はですね、ピストルロングレンジの略称で、シューティングやですね、狩猟用に設計されて、2006年に製作されたようです。こちらは元拳銃のようで、ストックを外した形状が元のスタイルのようですね。民間使用銃ということもあり、ちょっと購入迷ったんですが、KSG で有名なケルテック製というのと、M4 系と違うこの見た目が非常に気になり、購入してしまいました。細かい外装部分やあと打ち味ですね、どんな感じなのかを見ていきたいと思います。手にした印象ですけれども、見た目より非常に軽量に感じます。重量は 2.4kg ですね。全体的に樹脂が多いのが軽量化の要因かなというふうに思います。独特のハンドガードも印象的ですね。またアッパーとロアレシーバーがですね、非常に独特な形状をしているのも特徴的です。あとやっぱりケルテックの刻印がですね、しっかり入っているのもいいと思いました。それでは各部見ていきたいと思います。今回のスペシャルエディションではナイツタイプの QD サイレンサー、こちらですねが標準装備されています。こちらサイレンサーを外すとサンプラグタイプのですねサイレンサー専用のスチール製フラッシュハイダーが装着されています。こちらスチール製になります。付属品にですねマズルプロテクターがついているので、元はこちらのマズルプロテクターを装着する形状なんだと思います。あとですね、他の付属品としてはバッファーチューブレンチがついています。フロントサイトはですね上下調整可能なタイプだと思います。リアサイトは固定式だと思います。ただこのアイアンサイトちょっと低すぎてですね、使用するにはですねかなり首をかしげなきゃいけないという感じで、ちょっと厳しいかなというふうにも感じました。ハンドガードはですね樹脂製で独特な形状ですね。こちらは実銃の正規品と同形状のようです。ハンドガード下にはスペシャルエディションとしてですねアングルドフォアグリップが標準装備されています。アウターバレルは金属製で、こちらスチール製になります。左側の刻印はこの通りです。ケルテック社公認なので実銃と同じだと思います。アッパーレシーバーとロアレシーバーですね、こちらは樹脂製になります。この形状もですね独特だと思います。アッパーレシーバー上部には 20mm のレールが装備されています。レールには今回 T イーグルのですねライフルスコープ 3×28 の固定倍率ショートスコープを装着しました。ただこちら3倍と言ってますけれども、多分3倍はなくて、よくて2倍ぐらいかなというふうに感じました。トリガーは金属製になります。グリップは KSG と似ていますね。グリップとこのトリガーガードですね、そこからロアレシーバー、これがですね一体化しているのもこちらの特徴かなというふうに思います。セーフティーはですねクロスボルト形式で、これセレクター兼用になっています。一番右側に押すとですね、これがセーフティーで、この途中ですね、この段階でセミオートで、こっから先はちょっとね押し込む感じになるんですけど、
はい、こうすると、フルオートになります。こちら私の答えだけかもしれないですけど、セミオートとフルオート、セミオートはクリック感があるんですけど、フルオートにクリック感がないんですね。ちょっと境目が分かりづらいかなというふうにも思いました。ストックパイプはですね、こちらのネジで固定されています。ストック上部にですね、こちらスリングスイベルがあります。こちらもスチール製になります。ストックはマグプルのですね CTR タイプのレプリカだと思います。ボルトハンドルはですね右側になります。こちらはスチール製になります。マガジンリリースボタンはこちら右側のみになります。右側の刻印はこの通りになります。こちらにもですねケルテックの刻印が入っています。マガジンハウジングのですね後ろの方にですねこちらにねボルトストップボタンがあるんですね。こちらはボルトのリリースはできないんですけれども、ボルトを止めることはできます。ボルトリリースはやはりボルトハンドルでリリースする形になります。こちらマガジンになります。マガジンの総弾数は20発です。こちら M4 マガジンのショート形式に似てますね。WE の M4 マガジンと互換性がありそうなんですけれども、こちらですね、ガスルートパッキン、こちらの形が異なるようなので、そのままでは使用できません。通常分解するにはですね、こちらのネジですね、これ左右あるんですけれども、こちら8本外す必要があります。そうするとですね、こちらのマニュアルの通りピンを抜いてロアレシーバーが抜けます。ただ私の答えはこのチャージングハンドルが抜けないんですね。このボルトをですね、ここまで分解すると引けるんですが、このボルトがですねもう少し交代しないと抜けないんだと思います。このレシーバーをですね少し削れば抜けるのかもしれないんですけれども、ちょっともうしばらくですね様子を見たいと思います。なので今回すいませんがボルトの中身はちょっとレビューできませんがご了承ください。全体の感想になりますけれども、まずはこの全体の形状が非常に独特で気に入りました。さすがケルテック製でデザインも非常にかっこいいと思います。特にアッパーとロアの分解位置が斜めになっている点や、グリップとロアレシーバーの一体型なのも面白いですし、この形は少し UMP に似てるかなというふうにも思いました。合成も高いと思います。樹脂製ですがきしみなどはありません。グリップもですね AC に似ている四角い滑り止めが施されていて、形状も非常にいいと思いました。操作性は軽量なので取り回しもよく非常に扱いやすいですね。あとリコイルも本体が軽いため非常に強く感じます。特にロアレシーバーにリコイルが直接ぶつかるような構造なので、リコイルをグリップを通じて強く感じることができます。あと命中精度もですね、近距離ですけれども非常にいい方だと思いました。あとボルトストップもですね結構しっかり止まります。マガジンが少し冷えても結構止まるなというふうに感じました。こちらはボルトがショートストロークな感じもするので、これが安定的な実践になっている要因なのかなと思います。フルオートはやはりバースト形式でないとちょっと厳しいですが、でもかなり打てる方かなというふうに思います。難点をあえて言うとマガジンキャッチボタンがですね少しグリップから遠い感じがしました。あとボルトリリースボタンもないのでM4 の操作に慣れていると少し戸惑います。今回サプレッサーや専用ハイダー、あとアングルドフォアグリップ、ストックも標準装備されたこのスペシャルエディションの PLR16 はですね、ライフルと考えれば値段的にもコストパフォーマンスは高いと思います。
もちろん樹脂製なので価格的に抑えられている部分はあると思いますが、本体にチープな点はなくてですね、値段的には納得感があるかなというふうに思います。私はですね、この見た目が非常に気に入っています。あと耐久性ですけれども、私の個体は今回通常分解できなかったので、内部にスチールパーツがどれくらい使用されているかちょっとわからなかったんですけれども、WE 製なので、やはりパーツ交換はゆくゆくは必要ではないかなというふうに思っています。はい、WE 製のですね PLR16 はスペシャルエディションとして私購入するのがおすすめかなというふうにも思いました。取り回しも良くてですね、少し変わったライフル、こちらをお求めの方にはおすすめだと思います。はい、この後実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。
最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。